起業するって決めた後に、コンサルっぽくトップダウンで分析してみたわけ。もう全く役に立たなくて、それ。いかに綺麗なストラテジーを描くかって話は、創業初期においてはマジで意味がほとんどない。なんで1ヶ月準備してローンチしたのか、ローンチの1日目でもうなんか後悔してた。で目指す完成度の違いが一番でかい気がしてて、そこは一番最初ギャップ感じだよね。意思決定をするまでに必要な情報の量が全く違くて、100% に対して 5% ぐらいだったと。コンサルのフィットが、デート、彼女ぐらいとしたら、スタートアップのコーファウンダーっていうのは結婚相手だよね。MBB の採用ってなんか神経衰弱みたいな感じ。企業はなんかパズルみたいな。そういう観点で、採用すると、スタートアップ潰れちゃうんで。コンサルで身につけたからこそ、その17億円の資金調達をすることができた、ロジカルの呼吸一度型みたいな形でできるから、強い。で、トニーさ、今、サンフランシスコにいると思うんだけど、結構、そっちでいろんなファウンダー会ってるでしょ？どんな感じ？シリコンバレーも元コンサルのファウンダーは、割と多いよね。結構そう、コンサル上がりのファウンダーって、日本でも身の回りにいっぱいいるから会うんだけど、トレーニングされたコンサル脳が企業だと結構裏目に出ることがあるんだよね。で、そういうのちょっと今日話していきたいと思うので、今日もオフレコぶっちゃけトーク皆さんお付き合いいただければと思います。で、いろいろ違うと思うんだけど、で、俺が、個人的にすごい感じたところでいくと、やっぱコンサルは、とにかく完璧主義で、その 100% の成果物を出さなきゃいけないと。ただ、起業家は、10% ぐらいでとりあえず出して、どんどんイテレーションしなきゃいけないっていう、そのやり方の違い、目指す完成度の違いが一番でかい気がしてて。やっぱパワポがアウトプットだからさ、わけわかんないところに結構時間使ったりして、そのロゴのアライメントとか正直どうでもいいのにめっちゃ頑張るとか、それかフォントとかいろいろ細かいところにも気を使わないといけないし、それは基本で、その上、アナリシスも、全てが一通りロジカルに、繋がらないといけないっていうところが、そういうところのこだわりが、多分足を引っ張る時って多いかもしれない。そのコンサル脳を使って、スタートアップ業界で、今、現職でプロソルをした時に、限界を感じた時ってある？例えば、パワポの話でいくと、最初、前のスタートアップ、ロボットスタートアップに転職して、社内でいろいろ戦略考えて作らなきゃいけないみたいな時に、社内説明用に作ってたんですね。で、そのコンサルと同じアプローチでしっかりリサーチして、2、3週間ぐらいちょっとかけて作ろうと思ったら、CEO から、いいから出してよみたいな言われて、いいから出してよすかみたいな、まだ途中なんですけど、みたいになって、でも実際会議と設定してやったら、エッセンスはもうあるわけよ。パッケージングとか全然ちゃんとしてないし、マジコンサルで1年目でも出されたらちょっともうクビになるからぐらいのクオリティだったんだけど、でもそれで結局その場で意思決定して、じゃあこっち行こうみたいな。で、次回の宿題で、ちょっとこれ追加で見とこうね、みたいな。全然出してる完成度が、コンサルスタンダードで多分その時俺の出した資料って、100% に対して 5% ぐらいだったと。だけど、そこで意思決定して会社が右か左かで右ですみたいな動くから、そこは一番最初ギャップ感じたよね。これで進むんだみたいな。コンサルの場合、まず意思決定って、自社の意思決定じゃないじゃん。向こうの意思決定なんで、まず違うよね。スタートアップで違和感を感じるのは、実際結果が変わっちゃう大きな決断を、コンサルの、1割ぐらいのアナリシスを元に決めちゃうっていう。アナロジーとして、コンサルはready, aim, fire って、準備して、狙いをつけて打つみたいな。企業は、とりあえず打って、当たるといいなってなって、で、そのうち、しっかり打てるようにするみたいな、後から準備するみたいな、順番がやっぱ圧倒的に違うから、コンサルのタイムラインとか、思考回路とか思考準備で言ったら、全てがやっぱ遅くなっちゃうよね。っていうのはすごい感じるね。100% の情報があってからだと何もかもが遅くなるんで、とりあえずやって、で、フィードバックもらって改善していくっていう、方法しかない。俺の場合も、ユーザーインタビューを行って、で、分析して、で、プロトタイプ出した時に、で、それ、最初結構時間かかって、
実際インタビューの分析で作ったプロダクトと、で実際人がなんか使い始めたプロダクトのフィードバックって全く違うじゃん。でそれで、なんで1ヶ月もそれを準備してローンチしたのか、ローンチの1日目でもうなんか後悔してた。なんか1日で24時間で分かることをなぜ1ヶ月準備して出したのか。なんかそれが多分なんかそのポイント2のところで、言いたいことで、なんか、コンサルのスコープオブワークと、その起業家のスコープオブワークが、前段と後段で、要は、戦略コンサルって黒子として、前準備をひたすらするわけじゃん。リサーチをして、多少なりインタビューとかしたりするけど、そこで、こういう方向がいいです、こういうことした方がいいっすよっていうこの準備をして、で、これで頑張ってくださいって提案をしますと。で、コンサルの場合はお客さんが最後実行するけど、起業家の場合は前段もやるんだけど、ここはもう、行動々にした上で、とにかく実行しますと。洋介は、なんか実際スタートアップを起業してみて、そういう考え方の変化に対して苦労したことある？そうね。いや、なんか、全然、この、決断の量が全く違うのは、もう日々実感するよね。例えば今でも、プロダクト、マーケットプレイスリリースして、で今度どんどん広げていきますってなった時に、なんか、コンサルアプローチだったら多分ミーシーに考えて、こういうアウトリーチの仕方があります。マーケティングがこうです。セールスはこうですって。こういうやつがこういう業態だったら、なんかいい結果が出て、データによると、こういう会社はこういうことをやってて、みたいな、多分、ミーシーに分析をして、結果、このアウトリーチの仕方がいいと思うっていう話を多分やるんだけど、そんなことは全くしないで、多分これがいいからこれでやろうって言って、で、これ1週間やってみて、で、結果が良くなかったら次こっちやってみてよ、みたいな。っていう意思決定の仕方ありましたので、その後ろには確かになんかちょろっとね、今 AI 使ってディープリサーチした話とか、コモンセンスの話はあるんだけど、意思決定をするまでに必要な情報の量が全く違くて、かつなんか意思決定してからが結局勝負だから、なんか意思決定に時間をかけてる場合じゃないっていうのがなんかリアルな話だよね。だからこのいかに綺麗なストラテジーを描くかって話は、創業初期において意味がほとんどない。この仕事って全てが実践で、常にいろいろな環境的に変わってくるので、なんかアナリシスをするためには基本的にその前提ってやつがあるじゃん。前提がないとアナリシスは意味ないんで、そう、起業するって、決めた後に、じゃあ何をするかっていう考えで、で、コンサルっぽくトップダウンで分析してみたわけ。こういうマーケットがあります。で、このような、技術的な変化があります。このようなレギュレーションの変化がありました。で、なので、このような企業機会がありますっていう分析をして、そこから自分ができるのは何なのかっていうトップダウンの典型的なアプローチでやってみたんだけど、もう全く役に立たなくて、それ。結局その時、結構時間使って、ちゃんとした分析したんだけど、直感的に、これやったらダメだなって、分かってきて、今やってる仕事って、自分が何をしたいのか、で、自分が何をやったら一番できそうなのか、やる価値がある仕事なのかっていう、ボトムアップ的な考えで、直感的な考えで起業するためのアイデアを、模索した方が、100倍効率良かったかな。そのトップダウン vs ボトムアップっていうのすごいある。真逆のアプローチの仕方だから、トップダウンばっかり企業やってると、やっぱ積むっていうのは本当にそうだと。そうだね。このスタートアップの泥臭さを理解できない、元コンサルにとって絶対スタートアップではサバイブできないと思うな。そうね。日々間違って、日々ノーと言われる生活ってコンサルだとないから、だからこれだと思います。はい、お疲れ様ですっていうことが好きな人とかは、やっぱね、スタートアップ R で来ると苦労するとか、苦労してる人は、コンサル上がりの人はやっぱ見るね。自分も含めだけど、ここは。仕事の本質も違う上、もうちょっとスペシフィックに考えると、採用って CEO の一番大事な役割じゃないですか。その時に、PB で、僕たちが経験してたその採用の仕方って全く参考にならない感覚だけど、どう思うよ？そうね。なんか優秀な組織の定義が全然違うと思ってて、MBB の採用ってなんか神経衰弱みたいな感じで、で、企業はなんかパズルみたいな感じで、全然違うのよね。で、なんかどういうことかっていうと、
なんか MBB ってクッキーカッターともよく言われてるけど、なんか世界中のどのオフィス行っても似たような人たちを採用しましょうっていう形で、まあなんか東京オフィスだろうが、ドバイオフィスだろうが、LA オフィスだろうが、大体なんか似たような人たちがいますと。でそれはスペック的にもなんかバックグラウンド的にも、なんか大体似たような人たちがいて、で、それがいっぱい集まってるがゆえに、まあコンサルティング業界では、サービスとして同じものを提供、似たようなクオリティも世界中で提供できますっていうのが強みだから、なんか、そういう採用もしてましたと。ただなんか、企業って同じような人間集めててもしょうがなくて、で、俺らはそのビジネス寄りの起業家だからそうなるとテックカンパニーやるのはどう考えてもテックの人がいるし、で、俺の今のコーファウンダーとかでいくと、俺はそのビジネスとかファイナンスとかやってるけど、他の二人はセールスとかマーケティングの得意なの。で、だからこそやっぱなんか助かるし、その補完性的な部分、そのスキルで言うと補完性がある。バックグラウンドとかもなんか1ミリも被ってないし、なんかそこ全然違うかな。確かに逆に、りょうすけが、俺より先起業したじゃん。で、俺もなんか誰と起業しようかなって思った時に、まあふとりょうすけのことを思い出したんだけど、いや絶対ダメだって思ってたっけ。俺ら二人やっちゃダメだよね。ここ一緒にね、組んで起業してもなんかコンサルティングファームしか作れないからね。まあ、ファイナンスファームね、テックの会社は作れないから、ね。スタートアップって特に超アーリーチームの場合、普通2人3人、まあ多くても5人とかの感じなので、アーリーステージのスタートアップって人数が少ないので、人それぞれ役割が大きいから、誰かはどっかでスパイクがないと会社にならないんで、まあバックグラウンドもスキルセットもなんか多種多様なチームを構築するのが大事で、まあ俺らの場合採用側にはいたけど、なんか一番誰が俺らに似てるのかっていう観点で、候補者を評価してきたので、まあ、そういう観点で、採用するとスタートアップ潰れちゃうんで、そこもまたアンラーニングの、エリアでしたね。そうね。まあ、前回の動画でなんかエアポートテストの話とかしてたけど、なんか見るとこやっぱちょっと違うよね。エアポートテストは、まあ、完全に関係ないとは言えないのが、スタートアップの場合、そのエアポートじゃなくて、もう、自分の家族よりもっと時間を過ごすわけじゃん。だから楽しくなければ、まあ、やっていけない部分はあると思う。コンサルのエアポートテストはちょっとたまに、3時間5時間ぐらいの時間を一緒に過ごしても、まあ、楽しいのかっていう話で、でもそれとは違ってまたこの人と10年間一緒に仕事していいのかっていうのはもうちょっと根本的な価値観的なアライメントだと思う。その性格的なアライメントじゃなくて。それはすごい的を射てるけど、もっとなんかだからスタートアップのがこう見る深さが違うというか、レイヤーが違うかもね。例えとして合ってるかどうかわかんないけど、まあコンサルのフィットが、まあ、デート彼女ぐらいとしたら、スタートアップのコーファウンダーっていうのはそういうアーリーインプロイは、まあ、結婚相手だよね。見る軸違う。いやなんかそれすごいなんか合ってる気が。スタートアップって何もないところから始めるから、カルチャーとか、まあ少なくともビジョン、こういう方向一緒に目指そうぜ、向こうの10年かけてみたいなところで合意してないとさ、一緒にこう十何時間仕事できないじゃん。何もない状態で。ただコンサルってでもそのビジョンアライメント、もちろんなんかね、UBB とかもあるんだけど、なんかそこに共感して入ってきてる人たちって多分ものすごい少数の人たちだと思うんだよね。ビジョンとか、価値観とか、生き方とかは、企業の初期メンバーを集めるって時にはすごい大事で、それがコンサル時みたいに、なんかこいついい大学出てて、なんか前いい会社で働いてたからこいつにしようみたいな、俺と似てるし、みたいなやって採用してると、それはそれで積むっていうコンサルの限界ね。逆になんかBCG に入社したい人の価値観がその BCG の価値観がもう好きすぎて応募してますって聞かれたら、それが本音だったら怖いな。まあ一方でコンサルで身につけた能力でめちゃめちゃ役に立つことって死ぬほどあるのよね。今のところそのトニーの企業ルートですげえ役に立ってるコンサル時代に身につけた能力って何がある？まあ、いわゆるそのビジネス、そして起業ができるための、成功的にできるための基礎体力。基礎体力っていうと、まあ俺的にはロジカルシンキングとワークエシックだと思う。
ロジカルシンキングはとりあえず、まあ、どの業界でもロジカルに考える必要があるよね。コンプレックスなトピックを、世の中って複雑じゃん。で、その複雑な世の中から、それを整理整頓して、シグナルに、変えていく。インサイトに変えていく。で、それを基づいて意思決定をするっていうのは、まあ、これは当たり前の話だけど、みんな当たり前にできてないリセットなんで、まあ、それがもうなんか、呼吸するように自然になってるのがコンサルなので、そこは、非常に役に立ってる。ロジカルの呼吸一の型みたいな形でできるから、強い。あとは、コンサルのライフがハードで辞めましたっていう人もいるけど、スタートアップって全然楽じゃないので、逆に、コンサルの時よりも、スタートアップの方で、単純な、勤務時間は、労働時間は長いと思うので、特に緊急事態とかあったら、もう全て捨てて頑張んなきゃいけないじゃん。そういう非常事態に耐えられる精神力と体力。で、そのワークエシックはコンサルの頃から、まあ仕事って忙しい時はこうやるべきだっていう、その常識ができたところは、まあ非常にありがたいと思ってるから。で、他のチームメイトの中で、それできてない人って結構多いじゃん。だから誰かはしないといけない。だったらなんか俺ね、実際、前職でもそうだし、今の、自分の企業でも資金調達してて、その資金調達時に使える能力でいくと、ストーリーテリング能力って話が一個あって、大丈夫です。要はこういうストーリーなんで一連の流れなんですって話を、いかにこの構造を立てて、しっかり起承転結じゃないけど、作って、で、それを支える資料を作って、人に説明することができるか。で、これはね、前の、職場でシリーズ B、17億円の調達を、エクイティとデッドを合わせてしたし、今のとこでも、デッドの調達したんだけど、コンサルで身につけたからこそ、その17億円の資金調達をすることができた、ストーリーを作ることができたって、これ結構間違いないと。いや、CEO って結局、資金調達を、採用、あと、まあ、会社のビジョン、この3つだけだと思うからさ、この3つってビジョンは、まあ、コンサルと関係ないけど、特にその資金調達の方は、コンサル出身の人は強いと思う。あと採用も実はそのストーリーテリングを同じ能力聞いてきて、要はこの会社って例えば今はこうだけど、ここに向かっていくんだと。で、こういう風な、進み方をするんだっていうのを、やっぱうまいこと伝えられると、なんか採用される側は、そういう感じなので、めっちゃいい未来じゃん。今ここだけど、そうやっていけるんだ、みたいな伝わるから、採用でもこのストーリーテリング能力は役立つ。コンサルのストーリーテリングって、まあ、一つのバージョンのストーリーテリングをするんじゃなくて、で、オーディエンスに合わせて、ナラティブを変えていくじゃん。そこもなんか、カスタマーに言うストーリーと、で、投資家に言うストーリーと、で、候補者に言う、ストーリーって全然違うから、もうそこをどううまく、柔軟にバージョンを変えて、自分のアタップのストーリーを、語れるのかっていうスキルセットは、元コンサルだと比較的強いと思う。なんか、その資金調達採用両方で役立つってところでいくと、クレディビリティ、要は、その、会社の箔がさ、元 BCD で元メインです。それだけで、なんか、こいつは一応ちゃんとしたやつなんだっていうのと、一発でスタンプになるから。まあ、せめて、詐欺ではないと思うよね。そう。その、変なことはしねえだろうっていうので、第一関門突破できる。今の俺のコーファウンダーもなんか、その第一関門、こいつと手組むの良さそうじゃんっていうのは、なんかベインのやっぱ箔があったから、結構ちゃんと考えたって話を、してて。で、それも大事ね。ってことで、ちょっとまとめていくと、今日3つのコンサル脳の限界を話してきましたと。コンサル的にやっぱ完璧主義目指しちゃうって話と、コンサルってどうしても戦略で満足しちゃう。でも、企業はやっぱ実行、決断していかないといけないですよって話。でコンサルの採用の話、似たようなスペック高い奴らを採用してるだけだと、企業はうまくいきませんっていう話。で、やっぱこのコンサルの限界3つありますよって話と、一方でコンサルで習った話、経験っていうのはすごい武器になる。その、ロジカルシンキングだったり、ストーリーテリングの能力だったり、ワークエシックで、長時間労働いくらでも耐えれますっていう話を、やってきましたね。で、やっぱ大事なのは結局、アンラーニング。特にコンサルと企業って、さっき言ったみたいに、8割の部分は多分前のコンサルで習ったこと使えないけど、2割のところは使えますと。で、あと8割の部分をいかにアンラーニングできますかっていうのがすごいキーになってくると思うんだよね。そう。で、その2割って意外となんか他の職業だと、そのコンサルみたいに
2年、3年で、得れるスキルセットじゃないので、そこを強みとしてちゃんと活かせるためにちゃんとアンラーニングができる人たちが、いいファウンダーになれると思うかな。我々ね、日々アンラーニングしていくことは死ぬほどあるので、ちょっと引き続き、ね、いいファウンダーになれるのに精進していこうと思います。今も日々アンラーニングしてます。してます。はい。こんな感じでまたコンサルの話だったり、企業の話だったり、AI の話だったりしていくので、興味ある人は登録してみてください。それではまた。